頑張らないでお任せするほどいろんなことがうまくいくってよく聞きますよね。ネトジョンさんはお任せすればするほど本体さんがそうかいってだんだん前に出てきてくれる感じ、じゃあやってあげるみたいな感じで出てきてくれる感じっておっしゃいます。今回は体験過程を感じていると真我が発動する仕組みについて詳しくご紹介します。右脳は体験過程のまま、つまり自分の内側が体験している身体の神経に電気信号が流れ、今この瞬間の神経情報の世界があるのですが、そこに意識を向けて体の中を感じている。ぼわーっとした温かさ、体温、体があるという感覚、呼吸の感覚、心臓の鼓動。これらの感覚が流れるように次々と起こります。これが体験過程です。体験のありのまま、右脳はこのありのままの体験過程をずっと感じていられます。それをいちいち判断せず、ずっと体験し感じています。ですが左脳はこの体験過程を感じることをやめて、外側に出てしまいます。今感じてるこれって何だろう？どういう意味があるの？この瞬間はもう体験過程から出てしまっている。体験過程は意識が一緒にいると滑らかにとどまらずずっと変わっていきます。けれど意識がそこから離れると止まるっていうか消えてしまうっていうか、意識はそれを一旦見失ってしまうんです。意識を神経世界に向けておくと、つまり感覚やその何かある感じに意識を向けていると変化が起きてきます。それはフォーカシングを体験された方はわかると思います。それに対し左脳は感じていることから外に出てしまうんです。外に出てこの今感じていることをやめてしまう。そうすると本来スムーズに流れてどんどん変化していく自然な体験過程の流れが止まってしまうんです。頭の中で今感じてたあれって何だろう？これって合ってるの？これでいいのかしら？のようなことを考え出すんです。そうすると体験過程からもう出てしまってますので、大切な神経情報は意識に受け取ってもらえないままずっと流れて消えていく。そういう状態になってしまいます。それに対し右脳は把握しようとしないで体験をそのまま味わっています。そのまま味わっているということは判断していません。そして把握もしていません。刻々と変化して変わっていく。ここだけが大事って取り出すことがないんです。でもちょっと不安になりますよね。把握しないで感じていてそれで大丈夫なのかしら。これ覚えといた方が本当はいいのかしらっていうようなことも出てくるんじゃないかと思います。それは私の体感で言いますと、私たち意識が体験過程をそのまま味わっていて、外に出て把握しようとしないとき、真我や大きな無意識、私の言う本体さんが代わりに把握してくれています。左脳はある意味では本体さんになり変わりたいような感じがあるんです。本体さんがやっていることを自分が代わりになって私でもできるんだみたいな、そういうふうな存在だって思うんですね。私、私、私と思っているとき、この私という意識がとても大きい。私が把握するんだ。私が考えて、これが何なのかをしっかり把握して、そして覚えておくんだ。大事なことかもしれないってやってるとき、本体さんがスーッと後ろに引いてくれてるみたいなんです。いいよ。やりたかったらやってみな、みたいな感じです。それに対し、もういいです。なんとなく自分のできることが分かりました。私はこれから気づきの意識として、自分が気づきであるという気持ちで、
この体験過程を、神経がやってくれていることを、それに沿って体の内側を味わうというあり方を目指していきますというふうになると、じゃあこっちで把握してあげるね、やっておくよっていう感じで把握しておいてくれるんです。そして本当に大事な意識がわかるべきことはちゃんと知識としてあげてくれるので、理解はどんどん進んでいきます。だから頑張らない方がいいというか、お任せすればするほど本体さんはそうかいってだんだんと前に出てきてくれる感じなんです。じゃあやってあげるねみたいな感じで出てきてくれる感じなんですね。だからお任せする方がうまくいくっていうことをだんだんと理解できるようになってきます。ワンネス体験をたくさんされているジュリアンさんというフランス人の方と私の対談イベントの内容が本になりました。ワンネスへの招待状という本です。そしてこの本の中でジュリアンさんがワンネス体験について語られる中でこういうのがあったんです。私が質問しました。ではお部屋の中で音楽を聴いていたら、先ほどは胸のところで花が咲くようなとおっしゃっていましたが、そういった体験に急に気がついて、そしてそこに入り込んでいくというような感じですかと。するとジュリアンさんがこう答えられるんです。いい質問ですね。実はその体験に気づいて、そこで思考がこれはと思った瞬間におしまいになってしまうんですね。これは素敵なメモリーになるのではないかとか、それは何なんだとか、判断するということが始まると、おしまいになってしまうんです。なのでひたすらこれを味わうこと、今ここ、この感覚、それだけ、それを満喫する、味わうということがキーとなるんです。これがワンネスの扉です。その扉は胸の中の喜び、その喜びを味わうことによって、より深いワンネスの状態に入ることができるんです。こんな風におっしゃっています。やはりワンネス体験も、ワンネス体験だ、これを覚えておこうとやった瞬間に、作能に切り替わって終わってしまう。そこで止まっちゃうんだそうです。そしてその体験にはもう戻れない。終わりになってしまうんだそうです。だからワンネス体験においても、作能が外側に出るという働きをしているみたいなんです。同じようにあらゆることがそうだと思うんです。外側に出た瞬間に終わってしまう。だから、判断しようとしない、把握しようとしないっていうことが様々なワークを進める上ですごく大事です。いろんな知識があると余計に、これはあれだ、きっとこうなんだろう、などと気づく。その時にちょっと外に意識が出てしまうというようなことが起きているように思うんです。どちらかというと何か怠惰とまでは言いませんが、ただぼんやりと感じている。お腹の中に液体のように自分の意識が満たしているというんでしょうか。特にそれで何にも把握したり考えたりもせず、ただお湯が体の中にあるような感じを感じている。考えにとらわれず、体の中にいられる時間がもう少し増える方が、あっという間に右脳状態になれるんだろうなってよく思うんです。いろんなことに気づかれるがゆえに、これはあの体験に似てるとか、あの本に書いてあったとか、こういう体験を今日はしてみたいだっていうふうに判断が出たところで体験が終わってしまう。もちろんまた戻ることはできるんですが、これをなるべくピタッと長い間、内側を感じている。判断や把握の思考が出てくると、その体験を止めてしまうので、この体験が何なのかよくわからないけれど感じているっていう方が、意識の変容が早く進むんだと思うんです。なるべく体のお腹のあたり、上半身のあたりに意識がストンと入り込んで、
あったかい中にザブーンと入っているような、それだけをなるべく続けるようにやっていただいたら、もう少しトントンって進まれる方、たくさんいらっしゃるんじゃないかというふうに思っています。エレベーター呼吸をある程度の回数をしていただいた後は、体の内側にただいるというのももう一つのテーマとして、できるだけこのお腹の中にいる、神経が今感じているこの世界ですね。これって本当に今しかないんですよ。で、外れちゃったらその間はもう受け取りそびれたというような感じになるわけですね。ですから継続して一定時間、この神経世界、神経が今感じ取っている世界、それは全然意識にはわからないんですけど、一緒に体の内側にいると神経が進化していきます。神経というのはどん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 進化していきます。何か強く、そして情報をより多く運ぶようになっていくように私は感じています。この神経を育てるという意味で、自分の体に神経という根っこが張っていくような感じで、この体の内側をただ感じる。内側にいる。左脳はすぐ把握したがるんですが、ただ内側にいるとやっていきましょう。これは以前描いたイラストです。頭の方にやり方が間違ってない？これって思考？感情？わかんない。変な夢見た。とありますが、これ外側に出た左脳の思考です。そして黄色で描かれているのは無意識、本体さん。気づきが満ちているこの神経ワールドです。気づきワールドから外側に出てしまうのが左脳の働きです。いやー、これ私間違ってるかしら。これって思考なのかな、それとも感情なのかな、これここにあっていいんだろうか、消さなきゃいけないんだろうか、とか、出てしまったら外側だとすぐに気づいて、それでまた体の方へドボンと入ります。つまり、いいのか悪いのか、正しいのか間違っているのか、そういうものに答えを出さないでください。答えは出さなくていいんです。出さなければ代わりに本体さんがやってくれます。外側に出ちゃったということだけ気づいて、また体の内側へ戻る。この体の中の気づきが満ちた空間に意識があると、これはワンネスとも通じているのだということ。先ほどのジュリアンさんがおっしゃったように、ワンネスもまた体験している。その中にそのまま気づいて、どっぷり使っていれば進んでいくけれども、これを覚えておこうと思った瞬間に消えてしまう。外に出た途端に終わってしまうという、やはりこれは神経世界の一つの特別な現れなのかなというふうに思います。最後に今回の内容で大切なフレーズをアファメーション的にお送りします。画面は見ずに意識を体の内側に入れながら感覚的にお聞きください。体の神経に電気信号が流れ、今この瞬間の神経情報の世界。そこに意識を向け、体の中を感じる。ぼわーっとした温かさ。体があるという感覚。呼吸の感覚。心臓の鼓動。これらの感覚が流れるように次々と起こります。これが体験過程です。体験のありのまま、このありのままの体験過程をずっと感じます。これって何だろう？どういう意味があるの？体験過程から出てしまうと、
意識は神経世界を見失ってしまいます。判断しようとしない。把握しようとしない。今ここ、この感覚、それだけ、それを満喫する、味わう。もういいです。なんとなく自分のできることが分かりました。私はこれから気づきの意識として、自分が気づきであるという気持ちで、この体験過程、神経がやってくれていることを、それに沿って体の内側を味わうというあり方を目指していきます。私たち意識が体験過程をそのまま味わっていて、把握しようとしないとき、本体さんが代わりに行ってくれます。胸の中の喜び、その喜びを味わうことによって、より深いワンネスの状態に入ることができます。